サバンナの向こうには誰もが知っている景色のせやには何があるのだろうか。レイクの砂漠が秘める秘密は巨大な谷ごと、そして死が止まったかのような海岸酔いの道にあるのだろうか。ナコアフリカはサファリだけの地ではない。それは生きたモザイク、隠された風景、自然が釣り上げた彫刻、そして普通の観光では決して届かない場所。ようこそアフリカの景気へ。ガイドが決して見せない光景に備えてほしい。このドキュメンタリーではさらに奥深くへと陸する。今日ここ私たちの活性で死の驚くべき場所を明らかにする。それはまるで創造主の手で直接釣られたかのように感じられるだろう。伝説の山名から始まり、アフリカの野生がまた打つ心臓部へと知る理地。そこであなたは目にするだろう。熱さしか想像できない地に現れるペンギンを。そう、南紀の鳥ペンギンがこのアフリカに。巨大なブドウ店ヤダムの盗げずに描かれて、そしてJとの出会い、夢のような場所で。だがその前に表層を離れ見えない世界を探る準備はできているか。深く死を追い込んでこの線に待つ者はあなたの音のアフリカへの時点を永遠に変えるかもしれない。アフリカは極端が交差する大地、砂漠、大山、全焼き、サバンナ、そのすべてが一つの楽町を編み出ている。アフリカ大陸の南端に位置し、60平方キロメートルを超える広がり、およそ10,000万の人々が暮らし、活気ある都市と時に触れられぬモンラダムに息づいている。だが今日語るのはありふれた話ではない。しばし観光の定番も旅行パッケージも開花族の写真も忘れてほしい。これから向かうのはノクアフリカの記された正義、風に秘密をささやく場所。どんな記念牌よりもこの国の魂を映し出す地へ。ドーブ・タルテブルマウンテン、ケプタウンを見守る眠れる巨人、そしてブライドリーバキャニオンの壮大な弾圧。自然が生きた時にキャンダー芸術。ペンギンが義務外案、海が歌う原案の道、陸上を越える弾圧にかむく調べ。あなたはオノアフリカを新たな目で見る。我々が明かすのはサバンナのその線。このドキュメンタリーはただ美しさを求める者のためではない。意味を求めるあなたへ、目で見てタナスで感じる人へ。そしてもし前回モロッコを共に正したなら気づくだろう。すべての敵が秘める真理に。さあ今、ノコアフリカの溝を届き明かす時だ。
その前にチャンネル私たちの活性に登録しているか確かめてほしい。そうすれば世界中の景気を私たちと共に探し続けることができる。さあ、深呼吸してこの壮大な理の最初の目的地へ備えよう。ヤオが立ち上がる古代文明の生物のように、その一部ごとに9000年もの歴史がパクづいている。ケープタウン、ちゃんと記憶の下まで。アフリカ大陸の南端、大西洋とインド様の蝶に抱かれ、死のように吊り上げられた町が現れる。それがスワムナルケープタウン。およそ400万人が暮らす。このナコアフリカのホージェは、首都プレトリアから全4キロほど離れ、ぬがるたびに陸地を越えた景色を見せてくれる。その高みからよいらな山がすべてを見守るデブルマウンテン、標高全場10メートル、まるで街を見えないまるで砂漠かのようにどうとそびえている。世界記大自然機関にも選ばれたこの山は、地元と人々がテブルクロスと呼ぶ突然のものに包まれる、軍が推移そして現れる魔法のようなもの。山頂からの画面は一枚の生きた絵画のよう。下でまだ打つ街、汗のように痒く丸、そして果てしなく続く水平線。その近く、静かな海にひっそりと横たわる道がある。ロベンジュ、痛みの舞台であり、抵抗と希望の象徴でもある。この小さな大地で、ネルソン・マンデラは千8年を過ごした。平等を求め、牢に向われながら、今や道はユネスコ世界遺産、そして自由の象徴。そこへ渡る河川陸はおよそ30分。だが越えるのは数世紀の歴史、深い上級と決して貸しなかった人々の田を帰るたい。大地へ去れば、町で最も活気ある場所の一つが、ヴィヤーデー・ウォタフロント。かつての丘が文化と美食、そして芸術の中心へと生まれ変わった。雲海弁のカフェ、いるけんやかなショップ、京空市場、そして海の音が記憶を揺らす。死がゆっくりと流れる場所。だがケープタウンを忘れがたくするのは目に映るものだけではない。それが呼び起こす感情だ。懐かしさと衝弾が混ざり合い、撮った後も心に残り続ける。ここまで見てくれたなら、この最初の目的地であなたがとても信じかれた瞬間をコメントで教えてほしい。あなたの声が私たちの活性を成長させ、さらに深いドキュメンタリーを生み出す力になる。こうしてケープタウンに別れを告げる。だが本を閉じるようではなく、再び戻るためにページへ弧をつけるように。歩いた一つ一つのパチ、香り、次元の茶をぬわり、
それら全てが小さな棒となり、心の奥にしまわれていく。ある場所はただの記憶に収まらない。そこは今も内側で轇ち続ける。さあ、無呼吸を、無弁を離れ、国の奥地へ向かおう。ヤンネがチェフィとなり、面が大地に触れるかのような世界へ。ドラケンスバーグ山脈たちが手の落く場所。ドラケンスバグと呼ばれる線膜は1000キロを超えて軽なり、中アフリカと小さな王国レソートとの自然の国境をここた作っている。その命はオランダ語に由来し、意味はドラゴンの山。天をはだく風勢を見上げれば、真の下に眠る巨人を想像せずにはいられない。ここはウカハ・ランバー・ドラケンスバーグ公園。豊かな生態系と霊的価値から世界遺産に登録されている。標高は3000ブハイメートルにはまる。深い辺に切り立つ月壁、門限と竜の間をハンバキンゲ。武具さえも霊具刑事が支配する自然の制御。でこの敵でとも幻想的な景観の一つがナチュラルアンフィシアタ。半減を描く原美は武器路に及び大陸史の圧倒的な情報を起こる。そのすぐ上にはツゲラトネがある。高さ980メートルから落ちる世界でも有数の巨大な竜。夜になると邪魔まま思いがけない顔をまとう。キキ、そうアフリカに来てネオルツ驚きの城。この地には三亜種、南部アフリカの古代のピンが残した限界も虫づく。私前年以上、前の回が意識守り、そして祖先の信仰を語り続ける。イベイベキが死に吹く過去の声。過大な自然を前にしても、人の本質は必ず連路残すことを思い出させる。ドラケンスバグを歩くことはただの登山ではない。それは内なるティ、経済と美形を呼びきます景色への深い前奏。このドキュメンタリーを楽しんでいるなら、ぜひ今すぐいいねを。こうした隠された神聖で忘れがたい場所をこれからも伝え続ける力になる。さあ高みを綿にするとき、これから海岸へ向かう白い丸い時、そして主人たちは塩ビ服をまとっている。
ボルダーズビーチワイドゥサに舞うペンギン。ケプタウンからおよそ7キロ、むるみをまびた顔と抱き通る海に抱かれ、まるで柔らかな会話のような棒が現れる。それがボルダーズビーチ。この地を真に特別なものにしているのは、白いシャツやタコイズブルの海だけではない。それはペンギンたち。そう、アフリカにペンギン、ゆっくりとした足取りでルイドゥクをめかせ、タキシどのような子で草と向き合う。ここに住むのはアフリカペンギン。暖かい気候に使用した少ない着、一級半ネジレの頃にスカを探し、今では2000万ものを超えるコロニーを築いている。元朝になると家族揃って海に飛び込み、ガオの間をゲるように泳ぐ。太陽の光の下で踊るように静かに。アフリカペンギンは低床およそ粒子センチ。野生では1年ほど生きることができる。その鳴き声はロバの稲鳴きのよう。そのためロバペンギンと愛称で呼ばれている。前来を狩りに競ったかと思えば、顔の上をぎこちなく仰ぐ。だがとても心を打つのは、ヒナを守る本能。一つ一つの年差が教えてくれる深い愛情。ボルダーズビーチは保護活動の腰でもある。テブルマウンテン国立高原海洋保護区の一部で成長を続けるコロニーを守るため、入場は厳しく管理されている。高架の遊歩道を歩けば干渉することなく観察できる。人と自然が共に生きる生きた教師。林町のサイモンズタウンはこの地域の海の歴史を今も伝えている。伝統と野生が織りなす魅力的なコントラスト。ボルダーズ保護局では死が止まったかのよう。ハニノウ、海の香り、ペンギンの教材、説明のいらないヤレラギが満ちている。この場所の真の奇跡は、野生動物を面金に見ることだけではない。彼らが教えてくれる静かな調和を学ぶことにある。それは毎日が授業。自然が私たちをこれほど近くにつくとき、身を止ませることを求めている。感じ、無に気づき、静かに心で受け取るために。
ボルダズビッチを初にするとき、胸に凝るのは聖地を訪れたかのような感覚。顔と役に守られた静かな制御。ここまで塵を塔にしてくれたなら、この目的地で見ても心に残った瞬間をコメントで教えてほしい。あなたの言葉が私たちの覚醒を育て、さらなる壮大な旅へと導く。さあこの線へ、次の目的地ではスタボがサバンナへと変わり、神聖な好きは強い巨人の好きへ、いよいよ巨人たちの大地上へ。アドパク、巨大な小の大地。ウゴケプ州に位置するアド国立公園は、南アフリカ最大のゾウの群れを守る地。ルバトイトを超える層が自由に暮らしている。利休3紀年に設立された当時、この地に残っていた赤穂はわずか4頭。公園は回復の象徴となり、生き残った尿を守り抜く繊細な芸術のショーとなった。今日アドは全流100平方キロ以上に広がり、まみたサバンナからシュレイ森、沿岸の砂丘まで多様な景観を抱いている。だがとても壮観なのは、果てしない蔵の下、大地を歩む巨人たち。強く、それでいて古代の優しさを戦えて、アドの層は独自の習性を込んできた。より静かに互いに協力し、多くは人の脅威から遠く生まれた時代だ。高原をサファリで進むと、生命がとも純粋な子で昔づく瞬間を募集する。最初の層が降下した時、すべてがゆっくりと動きを止め、死が止まり、心だけが聞き入る。ジョーだけではない。アドは世界で唯一ビッグセブンを守る高原。ライオン、ユー、バッファロー、サイ、ザウ、ホチロザメ、そしてコククジラ。一度の訪問で夜の不死者と次元を浅わし、その直後に毒海を割るクジラを見ることもできる。理屈を超えた光景。公園に点在する展望台では、沈黙こそが最大の贈り物。観察するただその興味が意識へと変わる。ここでの見つめるは感謝の祈り。虫ぐれには光が撒いた書簡に住み、黄金の巨人たちは底辺線と塔に溶けていく。だがその存在は見た者の他死に生き続ける。この旅を楽しんでいるなら、ぜひチャンネル登録を、
そうすれば共に旅を続け、人がなかなか見られない世界を分かち合い続けられる。井戸は教えてくれる。真の巨人は音を立てない。ただ弓、周囲すべてを変えていく悠久の知恵を静かに見下して。公園の科学者たちは群れに GPS をつけ、移動の規制を追い続ける。そのデータは静かに限る脅威から州を守る計画を生む。多くの訪問者が不思議な体験を語る。ジャンクをピンキンに見るその瞬間、世界が消え、ただ一つの時だけが存在するように感じるのだ。それはきっと彼らが汚がず咲かず、全てを持った縁差しでただ勤務を生きているから。その静かな選択の力。アドはただの公人ではない。生きた書、真の偉大さは沈黙や義務、そして世界をせばはう緩やかな上身に変わる。さあ、サバンナの砂を後にしてリの大地へ向かおう。そこでは歴史、味わい、そして山根が一つの倍に溶け合う。次の目的地は何時期も発酵し続けてきた地だ。ステレンボッシュ、ワインと山が育る調和。ケプタウンからわずか50キロ、緩やかな山並みと日がな大地の間にナコルアフリカ最古のワイン産地がしだづく。それがステレンボッシュ。一隆起9年、オランダの入手者によって助かれ、発展とつつホランド全幕の領で浮かまれたステレンボッシュは、ブドウ店と伝統、そして歴史の中で花し開いた。バイブ式を超えるワイナリがリの船に点在し、歌手がシェクピッチを頼り、水彩画のようなコロニアル様式の家が並ぶ。最古地の一つがグルト・パー・コンスタンシア。30期以上途切れることなくワインを繰り続ける農園。その一口ごとに血を重ねたアフリカの味わいが広がる。ここでワインは単なる飲み物ではない言葉であり、屋台の記憶、大抵から始まり、私たちのうちに照りつく意志。この地の地中海性気候は、最下と使った冬を持ち、カベルネ・ソビーニョン、メルロ、そして南古アフリカの象徴ピノタジュを育てる。特にピノタジュは国を代表する誇りだ。ブドウ店を歩けば瞑想に近い体験が広がる。チワ風に踊り、陽光が山股を黄金の台に切り取る。まるで創造主が静かに描くウカラのラベルのように。
ワイナリはシーンだけにとどまらない五感を刺激する世界無害ランチブドウ店をぐる自転車ツアー味覚と記憶を結ぶペアリングステレンボッシュは大学都市でもあるギャラリーやカフェマーケットが表明道に寄り添う文化の拠点伝統と弱さが剣を並べて無しづくだがとも脅かされるのは全てが自然のリズムに従っていること時間を継がせるものは何もない味をせかすものもない全てが待ちゆっくりと拒否していくヤサンダに沈むシージがスクラをオレンジと粉に染めワインの香りが笑い声と古い中の音に溶けていく詩のような黄金詩を教えてくれる場所があるだがステレンボッシュは現在を深く味わうことを教えてくれる立ち止まり今を感じる数をだからこそ古いワインには価値があるそれはデキュだけでなく知性の間に漂いた全ての紡いを語るからもしこの章が心に舞いたなら同じように深い体験を愛する誰かと分かち合ってほしいゆっくり味わうべき物語を広めるツタになるからステレンボッシュハワインを飲む場所に止まらない大地に身を澄まし地を感じシンプルなものの優美さに乾杯する場所そして少子なワインと同じくこの樽もまた貸し続ける次の目的地では静かな船を後にして世界最大級の樽のキャニオンへと分け入っていく顔が震源を描きペプが展望台を吊り上げる自然が聖国に語り景色が私たちを静かにめらせるブライドリバキャニオンアフリカのスースの坂ムプマランが時空の中心部切り立った山洲に隠れるようにして世界最大級のシテトが空をせがすそれがブライドリバーキャニオン全長20キロ以上高さ8メートルを超える弾圧世界第三味の大きさを誇りそしてとも瑠璃かな下本とされるアメリカの構えたキャニオンとは違いここでは谷が支配する原生林が深い船を払い一つ一つの株が野生の門へと変わる敵を流れるブライド剣は優秀の時をかけ交うキャバム命の意味は喜び地球時期性貌不明の探検家たちが再会を果たしたことに由来するここで感じるのはまさに喜びだがそれは深やかなものではなく自然が本質へと私たちを借す胸の奥で静かにまだるつ喜びだ
象徴的な景観の一つがスリ・ロンデベルズ。アフリカの伝統的なバンブーコンコーマを思わせる3つの巨樹が骨の秘密を守り続けている。さらに線へ進むとミノジュワと呼ばれる展望台、標高1000メートルを超えなくアフリカ随翼の情報を目立たせる。晴れた日には腰か木型に来るが国立公園まで必ずせる。現実と怪なるものを分けるかすかな境界線。そしてまるで幻想の作品のようなボクスラックポットホール。誰の力が伝った源泉の抜味は自粛が生む生きた芸術。この教師を歩けば死の舞台力を力するよ。一つ一つの顔が時代を抱き、揺るが語るのは体骨の物たぎ。その生態系もあかん。サマンゴモンキー、アンテロプー、ワシ、そしてヒヨまでもが森の垣に結ぶ。ここでは全てが息づき、野生の調和で浮からいている。この旅を楽しんでいるなら、ぜひいいねを。その一票がさらなる敬意を伝える力となる。卑怯大で予想外で忘れがたい地平。マシグレシ、黄金のシビが弾圧をしたでる。わずかな時間弱全体が顔のようにかいぶき、言葉を使う光景が広がる。その瞬間、誰もが沈黙する。想像の声が向き渡るから、私たちにできることはただ見つめることだけ。ブライドリバーキャニオンは目で見るだけではない。立ちで感じる場所。立ち取った後も心の奥で生き続ける。さあ、不甲斐船を後にして羽の世界へ向かおう。次の目的地は野生で神秘的で、そして手なけられない海岸。意を超える景観に備えよう。海が語る物語を聞こう。これから目の前に広がる海岸は一瞬たりとも予測できない。ワイルドコスト、なくせなる間が騒ぐ海岸。でアフリカ南東部、海そのものが描いたかのような海岸がある。それが伝説のワイルドコスト。全長マヒブ1キロ以上に及ぶこの海岸線は、人力離れたボーペン宮、切り立つ弾圧、そして村と夏を結ぶ古代の光景に優られている。ここでは時間が過がない。うちは虚しく打ち寄せながら、同時に地形を向かせる。まるで一つ一つの蝶が春となった祈りのように。この地のマペの一つがホルインザ・ウォル、巨大なアーチ。糸の芯と通り火道の力を知る創造主の手で釣られたかのようだ。
その発音はただ顔を打つ海ではないと人は言う。自然が物語をそぎ、全てが純粋だった時代を語りかけているようにまむく。麦売りのプラはコヒベイ、ヨシキやサファ、見えないものを求めるルギトたちの隠れ家。ここではシンプルなものが偉大となり、沈黙さえ音を持つ。この海岸の古来の民、コサハナシはハンジとピチュキャクと顔にかごる精霊と語り合う伝統を今も守っている。間の一つ一つのかがり火が新たな景色を任す。時に風しく、時にぼんやかに、だが常に深く生きている。ここを歩くことはただの探検ではない。図からを見し、説明を求めないことを受け入れるティクシー。感じるためだけにある美しさ。このショーがあなたを大きなものと結びつけたなら、コメント欄にムイトだけ書いてほしい。それだけでいい。言葉も理由もいらない。ただ、ムイト。牛暮れが来ると、短月は長い影を海へ落とす。そして鳥は打ち続ける。存在すること以外何も揺らぬかのように。自然はただ生きるだけではない。その力を示す。海はささやかない。大陸をせなずくるものとして騒ぎ続ける。月が勝っても羽はその仕事をやめない。夜の聴覚かのように七折小足旅たどり、永遠に続く創造の循環。ワイルドコストはただの目的地ではない。忘れていた何かへの門。ただ歩いていても背にくりつくのはタイムだ。さあ、海を後にして次は伝説の道へ。熱帯五輪をたのき深い船に差しをかけるその道へ。よちわりなき指に備えよう。次なる目的地はアフリカで最も美しい道。その一つ一つの株が不可能へと続いているかのようだ。ガデンルト、アフリカで最も美しい地。オデイアフリカ南岸によって伸びるが、デンルトは3倍キロ以上、モツセルベイから明日とムズリバへと続く、まるで手で描かれたような道。このルートは熱帯五輪を抜け、巨的な弾圧を越え、吊り差しを渡り、黄金のサバンを抱く。ここでは一日のうちになめつかずの森を歩き、通いの洞窟を探り、深い手の教示を聞くことができる。ガーデンルトの中心にあるのがついつい鎌国立公園。金が生きた顔の下ので、海と出会う生物多様性の制御。そこには有名なストムズリバーマウスがある。彼と海が巨敵にせぼぶわる場所。揺れる吊り差しが自然の震源をまたいでいる。
注意深く見れば浮かんで遊ぶイルカが見える。そして運が良ければ海岸すぐ近くを回遊するクジラの子も。空気には夏の沙織と蝶の香り、牧師の背を通る光はどこか神聖なフィルターを通したよう。友家になる場所の一つがナイズナヘツズ、巨大な不埒の弾圧が隠された王国への門のようにラグーンの入り口を守る。ナイズナは新鮮な牡蠣でも知られ、秘密の展望台へ見しばくソタのトレイルも魅力。そこでは時間があなたのためだけに止まる。この道を走ることは単なるドライブではない。それは瞑想、深く激を街道そのものが目的地だと思い出させてくれる滝。そしてラコアフリカの他の全てと同じようにガデンルトには古代からのモンドラタラカダル、人々、動物、そして時代を見守ってきた風のものだった。この道のibidoに心を奪われたなら、この線を想像してほしい。わずかカキロス社で世界でも最も象徴的な地が待っている。大陸が終わり、二つの大様が垂れ強く、そして敬意を持って勝る光景。次の章では草原なる希望風がその巣を化す。キヨモンツ、二つの大さんが出会う場所。ケプハンペナの先端、ケプタウンからおよそ90キロ。トカカフリカで最も象徴的な目的地の一つ、伝説のキッバドゥが待つ。ここで大西洋とインドサがガレクラウ水の保養をし合わす創造の地雷がベトフテの子で現れる場所。何隻もの目だ。カノリたちはこの家を恐れた。ここは救出とウィチの警戒。地図が終わり、伝説が始まる地点。ケプポイントは、それは家の犯人、切り立つ家の上に灯台が立ち、ハオノリたちへ告げる。ここで大地は終わると。希望範疇の弾圧は消費のようにそびえ、創造主がこの自然の正義を守るために作ったかのよう。情報は死を飲むほど、公家は何隻もの物語を運んでくる。ケプ市自然保護区にはアンテロプ、ダチョウ、ヒヒ、そしてケプ植物王国特有の話がしずく。やうと海だけと思いきや命の爆発が広がる。
ここはむがるごとに時間が変わる。ヌは一瞬で巣を吐き、海の頃は言葉を超える色を見せる。チャップマンズピックドライブを走れば、短月にキャチまれた結形の道、なぜ多くの人がこの世界の果てを地の終わりと呼ぶのかがわかる。だが最も船を打つのは景色そのものではない。それを見つめる者の心に呼びきまされる何かだ。原春、魅了、そして感謝。創造主がこの地図に与えた豊かな修部への敬意。ここまでたでしたならチャンネル登録を確認してほしい。そうすれば次なる誠意もあなたの種の一部となる。さあ準備を。このトゥリの最終章が近い。サバンナが昔好き、アフリカの鼓動がさらに強く怒る地へ。次に訪れるのは大陸の野生の王国、伝説のクルガ国立高原だ。クルガ国立高原、アフリカの野生の心臓。中アフリカ非道部に位置するクルガ国立高原は、ほぼ2万平方キロに及ぶ広大な大地。地球最大級の野生の制御の一つだ。ここにはダも茶もない。ただ自然のレレントレスなリズムだけ。富士社とカモノが太古から続く生存のものを繰り広げる。ここは伝説のビッグファイブの故郷。ライオン、ヒョウ、サイ、ゾウ、そしてバッファロー。もう遠くから見るだけでも心がこまかる存在。グルガのサファリはただの観光ではない。心の奥を変える体験。ライオンのツーがあなたのトゥーと重なるとき、死が止まったように感じる。グルガの読み分けは別格だ。銀色の光がサバンナを磁気キリンのシルエットを映し出す。鳥たちの歌唱で群れが目覚めていく。
牛暮れにはフルが顔のキャンバスとなる。遠くのライオンの方向と竜たちの音が重なり、ここが声なる敵であることを告げる。だがクルガは動物だけではない。地球との場そのもの、すべての命が神の禁欲を倒つ役割を担っていることをここで知る。無害虫を超える鳥類、数百の爬虫類、数えきれぬ植物、そのすべてが完全な調和の中で共存している。クルガの壮大さは目に映るものだけではない。胸に起き上がる聖域、生きた創造を前に自然にあふれる美形そのものだ。ここまで来たならチャンネル登録を確認してほしい。次の旅も真実と感動を抑えてあなたの元へ届くように。覚えておいてほしい。クルガは理の終わりであると同時に新たな小隊長でもある。常識を超える鉄へ探索を続けよう。このディルイの途中であなたも感じたはずだ。ドドアフリカはサーバンナだけではないと。ここは創造の神が手も大胆なパレットで描き、西部にその署名を残した大地。天に届く山間から大陸を打ち砕く海まで、すべてが生命を惑うたせボイなる目的を映している。もしこの注が心に触れたなら、自分だけに止めないで、このドキュメンタリーを同じく敬義を愛する人と分かち合ってほしい。忘れないでほしい。これはまだ一冊の地図書のキページに過ぎない。メメと指はまだ無数に巡っている。ここ私たちの火星では一つ一つのエピソードが多い。そして各地が新たな感動への体となる。これからも一緒に探索を。世界にはまだ蒸し器を飲む隠された場所が無数にある。今日私たちは南アフリカの野生の多種に触れた。だが旅は終わらない。次の目的地は一への株の先。きっと世界を見る目が永遠に変わるはずだ。共に行こう。今日オナコアフリカの大自然を崩ったが、前回はモロッコの砂漠を越えた恋なる都市、隠されたオアシス、そして砂の消費が古代の秘密を守っている。だからこそサバンナを歴した後は文明の始まりへ戻ろう。今画面に出ている動画をクリックしてモロッコの敬義への利義に加わってほしい。砂漠の向こうに隠された種の奇跡を見つけに、そこで来よう。世界の敬義をさあ発見しよう。また会いましょう。次の TT で。